皆さんこんにちは皆さんこんにちは、梅さやです。こういう動画久しぶりですね。で、最近はミッドも終わって、それに伴うもうテストと課題の連鎖も終わり、ちょっとすっきりした感じなんですけど、なので今日は情報系の動画を撮りたいと思います。マレーシアの大学に行こうと思ってる人たちに役立つ情報かなと思います。私がマレーシアの大学に来てから、ありとあらゆる失敗をしてきたんですけど、その中で結構成績に関わったような失敗とか知らなかったこととかを今日は紹介したいと思います。で、もしこれからマレーシアの大学に入学しようと思ってる人で、違いとか常識だと思ってたことが違ったとか、そういうのを自分で知りたいよっていうか、自分で発見したいよっていう人はこの動画を消して私の他の動画を見てくれると嬉しいです。じゃあこれからお話ししたいと思います。私が、見つけた違いは4つ大きくあったんですけど、それを紹介したいと思います。それでは行きましょう。1つ目、一番間違えたら多分成績に関わると思う。引用の仕方です。私たちは日本の教育を受けていたら、他の人の文献を参考にして書いたりとか、その人の文を使いたいなっていう時に、自分の書いてる文章の中にそのままその人が書いた文一言一句そのまま点もそのまま写して書かなきゃいけないっていうのを習ったと思うんですけど、マレーシアだとそれはダメなんです。著作権侵害になってしまうらしいですね。いくら名前を書いていてもその文章自体が一緒なので、もうそれで点数を引かれたり、著作権の侵害なのでちょっと危ない、なので皆さん気をつけてください。文を写すときは絶対に自分の言葉で書き換えないといけません。書き換えて文を変えたり単語を変えたりして、その人の意図をそのまま自分の言葉にして伝えるっていうやり方です。で、これと大きく関わるのがターニットインのシミラリティなんですよ。私はこれこっちに来てから知ったんですけど、ターニットインっていうのは自分の課題書いたものを先生に提出するデータを送る場なんですけど、そういうウェブサイトがあるんですけど、そのターニットインに提出した後にシミラリティっていうのが出るんですね。そのシミラリティっていうのはパーセンテージで出て、この私が書いたものの中で何パーセントが他の人の言葉ですよっていうのを示す値なんですよ。先生からはよく 20% から 25% の間にそのシミラリティを抑えてねっていうのが出されて、これを超えると点数を引かれたりします。で、私はこれで大きなミスをしましたね法律の授業の課題だったんですけど、法律なのでね、その法律の中の文も書かないといけないし、その他の新聞の記事、いろいろケース事件とかこういう事例がありましたよっていうのを書くのが多かったんです。で、私は法律の文だし、その新聞の文だし、全部ちゃんと一言一句書かなきゃいけないんだなと思っていたので、シミラリティが 60% とかになっちゃったんですよ。で、その後に私は友達に聞いて、そのシミラリティっていうものは何かとか、20% が 25% までに抑えなきゃいけないっていうのを初めてそこで知って、それを知ったのが提出期限の6時間前だったので、と思って、やばいと思って急いでいっぱい直して 50% ぐらいにしかならなくて、もうそのまま提出しちゃったんですよ。だからもうなすすべがなかったんですよね。その課題の点数は多分すごく良くなかったし、授業自体の成績ももうギリギリで受かるぐらいだったんですよ。だから本当に大きな失敗だった。2個目はこれも結構大事、 APA フォーマットです。 APA フォーマットっていうのはフォーマットの種類のことなんですけど、これはマレーシアの大学では大体使われているらしいです。フォーマットなので、その課題を書くときに、例えば目次の書き方とかページの番号を置く場所とかいろいろ決まってるんですよ。それを守らなかったり、ちょっと間違えた
しまうと点数が引かれる場合があります。で APA フォーマットは私が今ここで説明するのはちょっと怖いので多分間違えたりするのも怖いから、もし気になった方は自分で調べてみるといいかなって思います。学校の中で行われている APA フォーマットのやり方、説明会があって参加したい人が参加するんですけど、それに運よく参加することにしてそれでいろいろ学びました。でもやっぱ一番大事なのは引用の仕方ですね。私の科目が難しくなるにつれてやっぱりいろんな文献とかを見て書かないと分かんないことだったり、自分の意見だけを書くっていう課題はなくなってきたので、そういう場合にはやっぱり引用するやり方とかそういうのを守らないといけないんだなって思います。 APA フォーマットに従わなかったって言ってめちゃめちゃ点数が悪くなるとか、先生がもう見てもくれないとかっていうのはないと思うので、でもちょっと点数は引かれる場合があるので気をつけてください。3個目は、これはあんまり成績とは関わらないかもしれないけど、イギリス英語について。マレーシアに来る大学生ならみんな知ってると思うんですけど、マレーシアは昔イギリスの植民地だったのでもう全部イギリス英語です。日本の教育を受けていく中で英語はだいたいアメリカ英語だったじゃないですか。でもこっちだと全部イギリス英語なので、そこがちょっと困らなかったけど意味がわからない時はありましたね、何回か。例えば例を言うと、例えばイギリス英語で見つけたものというと、例えばペトロル、ガスステーションがペトロルステーションとか、ワードローブとか、あと Q とか、これはもう言葉自体が違うものなんですけど、綴りも違うんですよね。多分知ってる方多いと思うんですけど、オーガニゼーションとか S か Z かとか、あとはレイバー、フェイバー、カラー、U が入るのとか、あとはセンターがセントレになったりする。センターとレになる。別にそんな困らないし分からないわけじゃなかったんですけど、これはマジでちょっと分かるのに時間がかかったんですけど、シェデューっていう単語、これはスケジュールなんですけど、先生が喋ってるのだけ聞いてて、シェデューってなんだろうって思ってて、シャドウ、シェデューフランス語みたいだなって思ってたんですけど、最近シェデューってスケジュールのことかと思って発見しました。面白い発見でしたね。で、あとはデータをダタっていう、これはどうなんだろう、ダタって言うんですよね。みんなデータって言ってる人いなくて、すごい面白い発見、面白いんですよ。イギリス英語にちょっと興味が出てきましたね。イギリス英語って言っても別に困らないですよね。例えばこんなことがあって、友達にカンティーン行こうって言われて、でその後にそうやってカンティーンって言われた後にカフェテリアに行ってるから、カンティーンって言うんだなって思ったんですよ。でも私はそれがイギリス英語だってことを知らなくて中国語なまりのカフェテリアだと思ってたんですよ。だからカンティーンって言うから、でも調べてみたら、カフェテリアカンティーンってイギリス英語なんだって思って、そこで知りましたね。だから別にコミュニケーション取る中で分かんなくても別に大丈夫かなって感じですテストとか授業の時は分からなかったら先生に聞いた方がいいと思います。でね、ちょっと困るのは先生によってアメリカ英語とイギリス英語使う人がいるんですよ。大体イギリス英語なんですけど、綴りがイギリスになったりアメリカになったりするんです。先生の一つの文章の中でも、問題とかの中でもレイバーがレイボー、U が入ってるか U が入ってないかっていうのも違うし、だから私はどっちで書いたらいいんだろうと思って、私が自分でアサイメントをやるときにどっちで書いたらいいんだろうなっていうのは思うんですけど、自分もぐちゃぐちゃになっちゃって、どれがどうやってもうちょっとイギリス英語頑張ろうかなと思います。次、これは最後4つ目は、日付ですね。日付、テストとかアサイメントとかには正直あんまり関わらないと思うんですけど、日付の書き方、順番が違います。
日本だと年、月、日じゃないですか。でもマレーシアだと日、月、年なんですよね。だから例えば今日は11月11日だったら一緒やね、わかんないね。11月10日だとします、今日が。そしたら10、11、2020になるんですよ。まあだから10とか11とかって11月11日、11月10日にもなりうるし、10月11日にもなりうるじゃないですか。だから大事な予定を入れる時とか、なんか期限がある時とか、そういうのはちょっと気をつけてみるべきかなと思います。早く慣れようと思って私は毎日ノートの上に書いてました、その日の曜日を。そしたら全然慣れたし、もう今はどっちかっていうとそっちの方が慣れてますね。見るのも賞味期限とかそっちの方が見やすい。まあ私が見つけてすっごい困ったことからちょっとだけ困ったことまでちょっと動画にしてみたんですけど、どうでしたでしょうか。私喋るのめちゃめちゃ苦手だなって思ったし、ちゃんと伝わってたらいいな。なのでこれで終わりにしたいと思います。皆さんの役に立ってたら嬉しいです。でもし何か私もこんなの見つけたよとかいうのあればコメントしてくれると嬉しいです。それでは皆さん体に気をつけて過ごしてください。またね。